こんにちは、MD ジャックです。窓を開けて昼寝をしても寒くない陽気になってます。つい先日まで厚着してたのに極端だなぁと。でも、気温が安定すればこの季節は好きですね。ハロハロー、ミミィです。今回もよろしくね。ジャックさん、今回のモデル、特別感アピールがすごいんだけど。だよね。セブンヘルツの10周年アニバーサリーモデル、エターナル。ラクスクラインの乗ってた戦艦じゃないよ。いや、それわからない人多いからやめといた方がいいかも。ああ、そっか。とりあえず、音以外のとこに結構予算割いてる風なので、早速チェックね。価格が Amazon だと29,000円弱、ハイファイ GO だと31,000円ぐらい。このチャンネルで扱うモデルとしては高額だね。まず、高級時計の製造に使用されているのと同じ、サファイアガラス素材がフェイスカバーに使われてる。こんな風に置くと発光してるみたいに見えた。円形のデザインにも惹かれるわ。いろんなイヤホン見てきたけど、こういう高級感醸し出してるのは初めてかも。外観にお金かけすぎちゃって音質は大丈夫かな？大丈夫だよ。多分ドライバー素材が LCP 液晶ポリマーだし、強力な N52 マグネット使用してるってことだし。それってさ、前回レビューしたムーンドロップアリア2と同じじゃん。ああ、確かに。でもね、アリア2のドライバー口径は 10mm、エターナルは 14.5mm なんだよ。インナーイヤータイプだとこのぐらいの口径のドライバーを搭載してるの見かけるけど、カナル型では珍しいんじゃないかな。でかー。だからデザインもまん丸なのかしら。そうかもね。だからきっと音質も大丈夫だよ。そうだね。サイズはこんな感じ。まん丸なのは外側だけで、内側は割と普通っぽい。フィルターがちょっとおしゃれだけど、これ取った方が抜けは良くなりそう。重さは片側 6.8g なので、なんとなく重そうな見た目ほどじゃない。シェルがアルミ合金だからってこともあるでしょうね。装着感はこんな感じでちょっと大きいかなぐらいで、装着しちゃうと厚みもあんまりないので不満は全然ない。MMCX のコネクターだからケーブルのよれの影響も受けないし。ケーブルは高純度 OCC 銅、単結晶シルバーケーブルね。あと 2.5mm も 3.5mm も買うときセレクトできるけど、手元にあるのはジャックが 4.4mm のバランスだね。後でバランス接続でも聞いてみないと。ケースもアルミ合金なのね。予算割いてるね。アニバーサリーモデルだからね。エターナルとは対照的な傾向で比較に向いていると思ったので、今回の対抗モデルは TinHi-Fi T5 にしてみました。価格はエターナルの半額以下ですが、おすすめのモデルです。収録に使用したイヤピはいつもの通りファイナル E タイプ。ケーブルはそれぞれの付属ケーブルを使用しています。では音質比較動画です。じゃあ、エターナルの単体波形から。ドン。なんか割とよく見かけるような気がするんだけど、ジャックさん、どう？そうだね。ちょっとずれてはいるけど、ざっくり2、4、8kHz 付近で3つのピークができてるとこなんかはよく見るよね。8kHz のピークは意外と控えめだったんだね。大型のドライバーを搭載しているってこともあるけど、ややバランスが低域寄りに聞こえたのは低域が強いわけじゃなく、高域の一部が控えめだったのか。解像度が低い表示の方が高低のバランスが一見よく見えるだけで、出音に変化はないよ。解像度を高くすると広域が尖って見えて広域が上がったように見えるけど、尖ってる部分の幅は狭くなっていて結局は同じこと。ただ解像度を上げた表示も取り入れることでわかることが増えたね。広域の質感こもる感じなの？
いや、そうでもないんだよね。ただ、大型ドライバーの効果もあって、音が太めでややウォームに感じた。じゃあ感触系ではないってことね。突き抜けるような攻撃じゃないのね。それははっきりしてる。低域のレベルは波形上は特別強くはなく、中域の減衰は最小限に見える。ボーカル、サックス、ピアノあたりがメロディーだと2キロ、4キロあたりがしっかり出てるから、中広域は堅実。8kHz 以上の広域がもう少しあったらいいんだけど。ティンハイファイ T5 との比較、手音も結構違ってたけど、全体の音の作り方が随分違うのね。だよね。まあ、それ分かってて比較対象にしたんでね。T5 は低域が控えめ、中域はそれなりに減衰、2キロ付近もピンクノイズの基準ラインあたりで控えめ。そこから上の広域はファイナル E のイヤピでも抑えきれないほど 6kHz あたりも減衰少なめ。8キロ付近はしっかり出ている。まあ、広域寄りのバランスで感触系なんだよね。ドライバーの口径、材質の違い、チューニングコンセプトの違いでここまで変わるもんなんだなと。改造感とかサウンドステージの広さはどうなのかな。広域寄りのバランスの T5 が改造感もサウンドステージの広さも有利に思えるね。箱出し第一印象で T5 はサウンドステージ広い、広域の抜け方鋭いって思ったからね。T5 の広域は自分にはちょっときついから、エターナルと T5 の間ぐらいのバランスのモデルがいいんだけどね。自分に合うバランスのモデルを見つけるのって大変なんだね。そうだね。でもそれが楽しいんだけどね。波形からは読み取れない太く温かみのある質感に感じるエターナルなんだけど、ジャンルや曲によってもう少し攻撃が欲しいとか、工程のバランスを微妙に調整したいとなると、まずはイヤピかなと。で、今回は基準となるファイナル E の他に4種類のイヤピを測定比較して、ミミィならどれを選ぶか検討してみたよ。まず低域を拡大、2kHz ぐらいまでラインの色がブルーのファイナル E の一人勝ち状態、ラインの色がパープルのセドナイヤーフィットライトが一番控えめ。ファイナル E とセドナイヤーフィットライトはどのモデルに装着して測定しても低域の傾向と関係性は大体同じ。 2.3kHz あたりでファイナル E が急降下し、他のイヤピと形勢逆転。今度は 2kHz 以上。ちょっと分かりづらいので、まずファイナル E 単体で見るとこんな感じ。 2.2、4.8、8.3、12、17キロあたりにピークあり、一旦ファイナル E を隠してセドナイヤーフィットライトとビビットを重ねる。なかなか似てる。9kHz 以降で変化があるけど、この広域帯の変化を正確に聞き分けるのは結構難しそう。さらにムーンドロップスプリングティップスを足してみる。 7.5kHz 以上の攻撃の減衰が比較では一番大きいかな。ここでファイナル E を戻すとこんな感じ。ファイナル E と他3つの傾向の違いははっきりしてるね。シンプルに言えばファイナル E に対して他3つの方が低域とのバランスもあって明るめに聞こえたわ。最後に単ジチム TAPP トレブルを足してみる。これは6から8キロあたりが他3本と違ったので別扱いにしてみた。9キロ以上での減衰やピークもちょっと違う傾向で、広域をしっかり聞くという目的でエターナルに合わせるとしたら、今回はセドナイヤーフィットライトがいいかなと。太めなステムにも対応できるし、他3つの系はちょっと細めで脱着を頻繁にするとそのうち避けてきそうだから要注意ね。というわけで 7Hz エターナルは全体的に厚みがあり、やや暖色系な質感です。微妙な点はベースの速いパッセージやドラムのキックや速いタム回しなどではちょっと粒が聞こえづらいなぁと感じましたが、イヤピ交換である程度改善しました。ただバランス接続で聞いてみるとクリアさも空間の広さも1段階上がったのは間違いないので、今後エターナルを聞くときはバランス接続で聞こうと思います。ミドルテンポ以下で音数の少なめな曲だと個人的にはバッチリ合うと思いました。いろんなジャンルを聞いたわけではありませんが、ジャズに合うのは間違いないかと。質感からして万人受けするとは思いませんが、感触系がちょっと苦手という人には合うと思います。アニバーサリーモデルということもあり、音質以外の部分に予算を割いていることも要因だと思いますが、音質に対して価格がやや割高に感じたことも事実です。ということで 7Hz エターナルのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。